暴れてるやつがいた。危ねえ、怖え。警備員みたいな人に捕まってるけど逃げようとしてる。怖っ。南アフリカ共和国のケープタウンからヨハネスブルグへ南アフリカ航空で行ってまいります。はい、ケープタウン発ヨハネスブルグ行きの南アフリカ航空の機内、シート配置は 3×3 です。でシートピッチはまあ普通ですね。で相変わらず南アフリカ航空機内エンターテインメントはないです。機内食はこんな感じです。はい、ヨハネスブルグの空港に着きました。ほぼ定刻通りですね。到着の定刻は1時5分だったんですけど、今1時13分になります。で時差、ケープタウンとヨハネスブルグは時差がないです。なので日本とは7時間遅れのままですね。それでは荷物を受け取って制限エリアの外に出ようと思います。はい、ということでヨハネスブルグの空港の外に出てきました。ヨハネスブルグなんですけど、寒いですね。ちょっとびっくりしたのが、ちょっと見えないかもしれないですけど、ケープタウンより寒いんですね。今日の最高気温15度で、今の気温が14度みたいですね。ここからですね、街中の予約しているホテルへ行くんですけども、ウーバーで行くのも一般的な方法の一つなんですけども、電車ハウトレインっていう電車は比較的というか結構安全らしいので、ちょっと試しにハウトレイン、乗ってみようと思います。で一応撮影のために今外出てきたんですけど、ハウトレインの乗り場は中から行けるみたいなので、また中に入ってハウトレインの乗り場を目指します。でハウトレインの乗り場なんですけど、制限エリアの外に出たらこのトレインっていう表示が至る所にあるので、それに沿っていけばたどり着けるはずです。ケープタウンでもそうだったんですけど、ヨハネスブルグでも楽天モバイル繋がんないですね。アフリカじゃもうほぼほぼ北アフリカの一部地域しか楽天モバイル繋がんないです。で以前どっかで買った世界130何カ国で使えるっていうエアロの eSIM を今繋げてます。ここですね。ここにハウトレインってありましたね。でこちらに券売機があって、スイカみたいなカードを買ってそれで乗るっていうネット情報もあるんですけど、クレカタッチでいけるっていうネット情報もあるので、クレカタッチでやってみます。ではこのビザカードでタッチしてみようと思います。あ、いけそうですね。普通にあれ、いけた。いけましたね。今この空港、ここにいるんですけども、私はこのローズバンクっていう駅に行きたいんですけど、1本では行かないようなので、ここで乗り換えになるのかな。ネット情報だとこのマルボロ駅で乗り換えがいいって書いてあったんですけど、マルボロ駅には止まんないのかな。ちょっとわかんないですけど、この辺で乗り換えてローズバンクを目指そうと思います。空港の駅はプラットフォーム B と A に分かれてるようなんですけども、この時刻表を見れば A だっていう風にすごい分かりやすくなってますね。ということでこの列車に乗ればいいはずです。このハウトレインはこの時間帯で運行しているようです。参考にしてください。今は20分間隔で電車出てるみたいですね。列車は4両編成のようです。では列車入っていきます。これ押して開けるタイプっぽいですね。こんな感じなんだ。思ったよりかなり空いてましたね。ちょっと心配は心配だけど、大きい荷物はここ置いて、ここに座ろうと思います。電車1時49分に出発しました。1分早いんじゃないのか、ちょっとわかんないですけど。で今車内放送流れたんですけど、マルボロ駅も止まるみたいなので、マルボロ駅で乗り換えようと思います。乗車料金はすいません、クレカタッチ決済にしたこともあってすいません、ちょっと今わからないので字幕で出しとくと思います。でただ結構それなりに料金高いらしいんですよね。噂によるとウーバーで行くのとそんな変わんないっていう話もあるぐらいです。それでもちょっと乗ってみたかったんで、私は電車でホテルへ向かいます。で今空港の隣のローズフィールド駅に泊まったんですけど、マルボロ駅はもうすぐ次みたいです。結構近いんですね、空港と市街地って。
丸ボロ駅の間は結構距離がありましたね。とはいえ今1時56分であと 1,2 分で多分到着するんで、空港出発してから 7,8 分で丸ボロ駅まで着きます。めちゃくちゃ早い。では丸ボロ駅着いたんですけど、これでオープンで開ければいいんですね。丸ボロ駅に着きました。ここが丸ボロ駅の改札なんですけど、おそらくこれですね。 A か B か分かんないけど A か B のどっちかですね。丸ボロ駅からローズバンクに行きたいので、パークステーション行きだからプラットフォーム B みたいですね。 B に行こうと思います。ここだちょうど。このハウトレインは改札口とか、あとプラットフォームにも、警備員の方、警察の方がたくさんいるので、プラス乗車料金も高いっていうことで、基本的には安全だって言われてる乗り物ですね。確かに安全そうではあるんですけど、乗客がめちゃくちゃ少ないし、プラットフォームにも人が全然いないんですよね。若干不気味ではあるんですけど、確かに昼間だと治安は大丈夫そうですね。そう言うの忘れてたんですけど、このハウトレインはタバコがダメなのはもちろんなんですけど、それ以外に何か食べたり飲んだりするのもダメ、水飲むのもダメ、チューインガムもダメなんで気をつけてください。罰金取られます。乗車料金なんですけど、ピーク時間帯が朝6時から8時半までと、夕方15時から18時半までの平日、あと祝日休日は1日中か。これがピーク時間帯らしいです。逆に言うとオフピークは平日の朝6時より前と8時半から15時、あと18時半以降って感じみたいですね。で、今回私は運よく今はオフピークになりますね。今回もめちゃくちゃ空いてますね。さっきも撮影したと思うんですけど、この風景を見るととてもじゃないけど世界三大凶悪都市には思えないですね。なんならちょっと住みたいレベルで綺麗な街並みなんですよね。サントン駅では地下に潜りましたね。はい、ローズバンク駅に着きました。では、またタッチ決済で出てみます。通れました。ハウトレインなんですけど、車内にも警備員の方いましたし、女性一人でも乗ったり降りたりプラットフォームにいたりっていうのを見かけたので、本当にハウトレインは安全なんだと思います。でですね、ここから予約してるホテルまで行くんですけど、駅からすぐ近くのところにあるはずなので、歩いて行きます。歩いて行くといっても多分徒歩1分とかそんぐらいだと思うんですけど、地上に出てきたらこんな感じの風景になります。正直 100% 治安良さそうとは思いませんね。ホテルすぐそこなんでこのまま歩いていきます。はい、本当に1分もかからず着きました。予約しているのはまたちょっといいホテルなんですけど、ホリデーインですね。ローズバンク駅から歩いて1分以内って感じです。ではチェックイン手続きします。はい、チェックインしました。ルームツアーします。そこそこ大きいベッドですね。で、この作業デスクが、こういうの好きですね。いいっすね。で、ここにドライヤーがあるのはよくわかりません。で、テレビ、でかいっすね。かなりいいテレビになります。で、無料の水が2本ですね。で、冷蔵庫があります。当然エアコンもありますね。ここはクローゼットですね。で、あと、こちらが、セーフティーボックスアイロンがありますね。で、水回り、トイレがあって、洗面所、ティッシュペーパーがありますね。ハンドウォッシュとローションがあります。ここがシャワーになりまして、ボディウォッシュ、コンディショナー、シャンプーですね。全部揃ってますね。ただ歯ブラシはないっすね。Wi-Fi の速度は、ちょっと微妙っすね。テレビで Netflix、アマプラ、YouTube 見れるみたいですね。これはいいですね。で、こちらのホテル、正式名称、ホリデーインヨハネスブルグローズバンク by IHG というところになります。こちらに3泊します。3泊朝食付きで 35,645 円。トリップ.com で。おそらくそこそこ年数経ってるっぽいんですけど、場所はめちゃくちゃいいと思います。その理由としては、まずこのローズバンクっていう地区が、隣のサントン地区と同
並んで、治安がいいっていう、比較的ですけどね、ヨハネスブルグなので、当然注意は必要なんですけど、比較的治安がいい場所になるっていうのと、あと、このホテルのすぐ隣、ホップオンホップオフの観光バスの出発地点になってるっぽいんですよね。先のネタバレすると、明日そのホップオンホップバス乗る予約をしてるんですけども、観光もしやすい、治安が良くて観光もしやすいっていう立地になります。さらに付け加えると、すぐ近くにローズバンクモールっていうショッピングモールがあって、このホテルの M1、M1 階からなんか直結してるらしいんですよ。そのショッピングモールも結構観光客が来るようなところみたいなので、めちゃくちゃ場所、立地はいいんだと思います。その辺を込みでここを予約しました。その辺全ての私の需要を満たしてくれましたね、このホテルは。はい、時間は4時になりました。ローズバンクモールの方に行ってみようと思います。さっきお話しした通り、M1 階からモールまで直結してるらしいんですけど、ちょっとこの辺の周りの風景も見たいので、普通にエントランスから出ようと思います。正直怖いけど。今撮影しながら出ようと思ったんですけど、このホテルのドアマンの方がモール内はいいけどこの辺は危ないからカメラ出さない方がいいって言われて、やっぱ怖いんだね、やっぱやばいんだね。ちょっと気をつけながら撮影できそうなとこはちょっと撮影します。で、一応ホテルから撮った映像はこんな感じで、ここちょっとまっすぐ行ってすぐ右行ったらモールがあるはずです。ホテルから見たさっきの道右曲がったところがここですね。KFC とかマックがあります。で、ここがもうローズバンクモールの中なのかちょっとわかんないですけど、かなりビビりながら撮影をしております。で、この道は遊歩道みたいになっていて車両は通れないみたいですね。さっきのとこからちょっと進んだら建物の中みたいなところになったんで、おそらくここがローズバンクモールだと思います。でですね、さっき警察官の方に言われたのが、この辺のモール内でもこのカメラで撮るのやめとけと、危ないからと。高いんだろって聞かれて、もうせめてスマホのカメラで我慢しろって言われたので、ちょっとなかなか撮れないかもしれない。今撮ってるのもちょっと怖い。今のところを抜けた先にローズバンクモールがありました。こっち入ります。やばい、今ローズバンクモールの前で暴れてるやつがいた。危ねえ、怖い。警備員みたいな人に捕まってるけど逃げようとしてる。怖っ。今ローズバンクモールの前ですげえ大声でなんか言ってて、で私はそそくさと中に入ったんで大丈夫だったんですけど、最終的には警備員2名に捕まってどっか連れてかれましたね。怖いんですけどなんかこんな店見つけたんですけど、ユニクロじゃないよね多分。クロージングバイチェッカーズってあるからユニクロじゃないと思うけど、ちょっと見てみようか。なんかお店の雰囲気はめちゃめちゃユニクロなんだけど謎だな。店内見てきたんですけど、エアリズムもヒートテックもないのでユニクロではないはずですね。だとするとかなりのパクリ方ですね。ビビってなかなか撮影できませんでしたが、さっきの偽物のユニクロ以外には H&M がかなりの大型店舗でありましたね。でそれ以外にはアイストア、アップル系のストアとか、あとは銀行とか、あとレストランとか、本当いろんなお店がありますね。超高級ブランド系はないんですけど、そこそこ有名なお店が揃ってる感じのショッピングモールでした。最後にですね、ここビッグンペイというスーパーでまた飲み物かなんか買って帰ろうと思います。ここのピックンペイもめちゃくちゃ広いですね。もうどこまであんのっていうぐらい広いです。今買ってきました。で結構0時並んでたんで、もう5時9分になっちゃいましたね。暗くならないうちに帰りたいのでちょっと急ぎ足でホテルまで帰ります。はい。でこの KFC の奥を左に曲がるとホテルなんですけど、こっちが連絡通路みたいですね。こっちから行ってみましょう。で今そこのエスカレーターから上に上がってきたんですけど、こっちなんですよね。でなんか時間帯によってはこっちの方が人気がなくて個人的には怖いんですけどでそこのドアでカードキーを通せば行けるはず。行けましたね。はい。で、さっきスーパーピックンペイで買ったものはこんな感じですね。いつもの通り飲み物類、お菓子。残り少なくなったので、歯磨き粉。あとサラダを買いました。これ全部合計で 136.53 ランドでした。はい、ということでですね、今日の夕食は今買ってきたサラダと、昼間全然腹減ってなくて食べずに持ってきた機内食、サンドイッチですね。サンドイッチとドライフルーツ。これを夕食にしちゃいたいと思います。決してヨハネスブルグにビビってるからというわけではありません。これ本当です。本当に機内食食べられなかったので、これを夕食とします。
で、あとですね、ちょっとビビって撮影はできなかったんですけど、ホテルの連絡通路入るエスカレーターのところあったと思うんですけど、そこのすぐ脇に、このホップオンホップバスのオフィス、すごいちっちゃいけどオフィスがあって、そこで時刻表をもらってきました。チケット自体はもうゲットユアガイドで買ってあるんで、明日どんな感じで行こうか考えようと思います。それで今、このホテルからすぐ近くのローズバンクモールまで行ってきたわけなんですけども、正直そこまでこの辺だけなら危険は感じなかったですね。いや、お前ビビってたとか言ってたじゃないかっていうのは、もちろんビビってたんですよね。その理由はやっぱこのカメラなんですよね。もしこのカメラが狙われたらっていうところで、なるべく人に見られないような感じで撮影はしてたんですけど、このカメラを見たやつがひったくろうとするかもっていう恐怖ですね。このカメラさえなければというか、撮影を何もしなければ、そんなにビビる必要はない感じで生き生きすることはできましたね。そんな感じでした。だから皆さんもスマホを含めその辺は気をつけた方がいいですね。それでですね、さっきの簡単な食事を食べて、で、あとはちょっとまた動画編集作業をやりたいと思うので、今日はこの辺にします。で、明日は、ホップオンホップバスで観光します。おやすみなさい。おはようございます。ホリデーイン朝食付きなので、ホテルの朝食をいただいております。改めておはようございます。7月9日水曜日朝9時半になります。で、昨日お話しした通りですね、ホップオンホップバスの観光バスに乗ろうと思います。で、このバス9時からなので、本当はそのバスに乗ろうと思ったんですけど、ちょっと寝坊しちゃって、9時40分のに乗りたいなと思っているので、早速出ようと思います。はい。で、このホリデーインの入り口のすぐ向かい、これですね。これがホップオンホップバスになります。ではこのバスに乗り込んでいこうと思います。で、今乗り込んだんですけど、どうせならオープンエアな2階に行きましょう。寒いだろうけど。サングラスを部屋に置いてきました。また忘れ物した。最悪だ。で、乗るときにイヤホンがもらえまして、で、ここに挿すとガイドが聞けるんですけど、噂によると日本語があるらしいです。日本語ありましたね。9時40分ちょうどに出発しました。ここはゴルフ場だそうです。こんな街のど真ん中にゴルフ場あるって珍しい気がしますね。どこ行こうかいろいろ迷ってるんですけど、とりあえずソウェトツアーまで行こうと思います。ソウェトツアーはちょっと本数が少ないっぽいので、なのでこのままローズバンクの乗り場が1番なんですけど、8番まで一気に行っちゃおうと思います。アフリカで一番高い建物と言われているカールトンセンターっていうところに行きたかったんですけど、今日水曜日定休日らしくて、月火水定休日らしいんですよね。でプラスなんか以前はこのバスで行けたらしいんですけど、このルートマップを見るとカールトンセンター止まらなくなっちゃったみたいなんですよ。だから行きたかったんですけど、残念ながらカールトンセンターは行けなさそうです。こちらが1カ所目の停留所、メルローズアーチっていうところですね。この辺も綺麗な街ですね。2カ所目の停留所、番号3の停留所ですね。こちらネルソン・マンデラ財団の博物館があって、あれかな、あの建物になるみたいですね。で、何人かのツアー客は降りていきました。この辺はところどころにネルソン・マンデラの、家とか別荘があって、でその周りも超高級住宅街って感じです。で、こちらがですね、4つ目の停留所のムンロドライブというところなんですけども、写真撮影のためちょっとこのまま止まってくれるそうです。確かに景色いいですね。あれがヒルブロータワーっていうやつで、めちゃくちゃ高いですね。でただ今観光客入れないらしいです。丸5のコンスティテューションヒルというところですね。でこの辺には裁判所とかあるみたいです。いよいよですね、この辺ヨハネスブルグパーク駅という電車の駅の近くになりまして、この辺は強盗に遭う確率が 150% と言われております。正直そこまで治安悪そうにも見えないっちゃ見えないんですけど、観光客がいたら一発でやられるんですかね。ちょうど線路上に来ましたね。あそこがヨハネスブルグパーク駅といって、ヨハネスブルグの中心地で最も治安が悪いと言われている場所ですね。そんな街に今突入しております。橋を渡った先、駅の南側になるんですけど、南側の方が人多いですね。こっちの方がなんかやばいこと起きそうな気がする。この辺すごいヨーロッパ的な立派な建物がありますね。思ったよりも人は歩いてますよね。もう女性一人でも歩いてますよ。
今6個目の停留所のマイニングストリートっていうところにいるんですけど、そんな治安悪くなさそうですね。さっきのヨハネスブルグパーク駅のすぐ近くはちょっと危険な香りがしたけど、この辺は全然1人でも歩いてるし、女性だけでも歩いてるし、そんなに治安悪くなさそうな気がしますね。普通にスーパーとかもあるから治安良くなったのかな。ちょっと逆光なんで左手映ってますけど、こっちのビルがカールトンセンターですね。茶色い方、行きたいんですけど、水曜日は定休日っぽいので行くのはやめますが、やっぱ高いですね。上の展望台はトップオブアフリカっていう名称になっているそうです。こちらが7つ目の停留所、アパルトヘイト博物館ですね。でアパルトヘイト博物館はもちろん行くんですけど、先にソウェト行こうと思うので、後にしようと思います。8番目の停留所、ゴールドリーフカジノホテル着きました。でここでソウェトツアーに乗り換えですね。でこの方たちにチケットを見せればいいと思います。今11時11分なんですけど、ソウェトツアーは今バス降りたとこ11時半ミーティングタイムだということでした。パンフレットの時間と全然違うけど、まあいいか。今カジノの中にあるトイレ行ってきました。で私カジノ好きなんでやろうかどうか迷ったんですけど、さすがに観光した方がいいと思うので、このまま11時半のソウェトツアーに参加しようと思います。はい、ではソウェトツアーはこの車で行くみたいですね。今から行くソウェトはかつてアパルトヘイト政策の時、黒人の住民が強制的に住まわされてた、隔離されて住まわされてた場所になりますね。でネルソン・マンデラの出身地でもあるそうです。11時34分に出発しました。めちゃくちゃ派手な感じのスタジアムですね。この派手派手なスタジアムは2010年ワールドカップの決勝の舞台だったそうです。そう一致して続いてやってきたのはこのソウェトサインですね。ウェルカムトゥソウェトっていうこのサインが有名みたいです。ちなみにソウェトはサウスウエストタウンシップスの略だそうですね。南西の街。このソウェトツアー、ガイドの方とみんなでめちゃくちゃコミュニケーションを図るタイプのツアーで、英語できない私にとってはめちゃくちゃしんどいです。これがソウェトの街並みになりますね。こっち側は結構綺麗な建物多かった。車の右側、こっちは結構ちっちゃくて汚い家が多い気がしますね。結構いろんな風景がある。このでかい建物はバンジージャンプができるようになってるみたいです。ここですんの怖くない？そこまで高くないし、そこまで高くないから逆にバンジー怖そうだけど、この2つの塔の真ん中からバンジーやるんだね。怖っ。で途中でなぜかわかんないけど大きめのバスに乗り換えになるみたいです。乗り換えたバスすぐ降りましてですね、ヘクター・ピーターソン博物館の前で止まりました。でこの辺にマーケットとかカフェもあるから、この辺で15分だって言ってました。でこのヘクター・ピーターソンという人は1976年にソウェトで起きた学生放棄で最初に犠牲となってしまった12歳の少年の名前だそうですね。その名前を取って博物館とかを作ったらしいです。せっかくなんでこのヘクター・ピーターソンミュージアム入ってみようと思います。ヘクター・ピーターソン博物館入場料かかるみたいなんで、すいませんやめときます。そんな時間もないしね。この辺がマーケットですね。いろいろ売ってます。ヘクター・ピーターソン博物館の近くではこれだけのマーケットが、お店、露店ですね、いっぱいありますし、建物の中にもお土産屋さんがありますね。さっきの露店をもうちょっとゆっくり見たりご紹介したかったんですけど、もう時間がなくてさっきずっとヘクター・ピーターソン博物館の外でガイドさんがずっと説明してくれてて、自由時間が3分ぐらいしかなかったんですよ。だからもうほんとちょっとご紹介しただけでバスに乗り込みました。有料のヘクター・ピーターソン博物館入らなくてよかったですね。続いてマンデラズハウス、ネルソン・マンデラの家ですね。そちらの方で降りました。ガイドさんの説明があって残り8分家入ってみようか。入場料180ランドだけど入っちゃいましょう。今中入ってきたんですけど、ビデオ禁止だったんですよ。写真は OK だったんで、ちょっとボラギノール方式でちょっとだけご紹介します。はい、ということでチケットを買って中に入りました。でこちらは今は博物館になっているんですけども、1946年から62年までの間、ネルソン・マンデラが実際に住んでいた家だそうです。で中はですね、当時の家具や生活用品がそのまま残されていたりとか、あとは家族写真、手紙、
あと授与された勲章とか賞状が飾られていました。そしてまた小さいバス、車に乗り換えるみたいですね。小さい車に乗り換える前にここでなんかソエトのローカルビールを飲めるみたいです。まあ多分有料でしょうけど、ソエトビール買いました。30ランドでしたね。てかでけえな、絶対飲めねえわ。Enjoy your beer, guys. まあまずくはないですね。まあまあっす。改めてソエトビールですね。まあまあです、味は。はい、ということでまたバンタイプの小さい車に乗り換えました。1時42分に、またゴールドリーフシティカジノホテルに帰ってきました。これでソエトツアー、オプションでつけたソエトツアーはこれで終了となります。